レッスン1、ショッピング体験。昨日買い物に行って服を見つけたけど、高価だった。それは残念だ。気に入ったものが見つかったのに予算を超えているとイライラします。はい、私は常に高品質のアイテムを探すようにしていますが、価格は衝撃的かもしれません。完全に理解できました。品質と価格のバランスを見つけることがすべてです。まさに、セールや割引を待つことが助けになると思います。はい、リサイクルショップで買い物をすることも、お金をかけずに素晴らしい発見につながる可能性があります。それは良い点です。その選択肢はもっと頻繁に検討すべきだ。すぐに一緒に古着屋に行く計画を立てましょう。私はそれが好きだ。楽しい冒険みたいだね。レッスン2、毎週の食事計画。ほうれん草を買わなくちゃ。今週の夕食に肉でも買おうかな。はい、絶対に。タンパク質と野菜を取り入れると、バランスの取れた食事になります。同感です。効率的に買い物できるよう、食事の計画を立てよう。それは素晴らしいアイデアのようですね。計画を立てることで、時間とお金を節約できます。さらに、これにより、週を通して健康的な食事ができます。はい。面白さを保つために新しいレシピを試してみることもできます。キッチンで一緒に実験できることにワクワクしています。私も。今週は美味しくて栄養たっぷりのものにしましょう。一緒に素晴らしい食事を作りましょレッスン3時12分月のお祭り。12月はクリスマスの月です。ほとんどの人はクリスマスの買い物をたくさんします。はい、1年でとても忙しい時期ですが、喜びと興奮にも満ちています。絶対に、装飾やお祭りの雰囲気はいつも気分を高揚させます。ホリデースピリットがコミュニティを結びつける方法が大好きです。はい、人々が優しさを広め、応援する素晴らしい機会です。できる限りお祭りを楽しみましょう。同感です。大切な人との特別な瞬間を大切にすることがすべてです。一緒に独自の休日の伝統を築きましょう。はい、あなたと一緒にシーズンを祝うのを楽しみにしています。レッスン4、旅行の夢。私のやりたいことリストでは、間違いなく日本に行くべきです。素晴らしい目的地です。それは信じられないですね。その独特な文化を体験したいといつも思っていました。はい、伝統と現代性の融合は本当に魅力的です。私は特に本格的な日本料理を試すことにワクワクしています。絶対に、そこでの食べ物は体験の大きな部分を占めています。さらに、寺院や庭園を探索するのは息を飲むほどです。一緒に夢の日本旅行を計画しましょ私はそれが大好きです。忘れられない冒険になるよ。う。私たちの旅の夢を実現するのが待ちきれません。レッスン5、メニューの計画。それだと思う。ちょっと待ってください。食器用洗剤も必要です。いいキャッチ。キッチンに欠かせない小さなことは忘れがちです。絶対に、必要なものがすべて揃っていると、料理や掃除がとても簡単になります。はい、
品揃え豊富なキッチンがあるのはいつでもいいことです。店を出る前に、リストにあるものをすべてチェックしておきましょ素晴らしいアイデアです。そうすれば、後でまた旅行する必要がなくなります。う。徹底していてよかったです。長い目で見れば時間の節約になります。まさに。さらに、すべてが整理されて準備が整っているので、満足感があります。家に帰って、新鮮な食材を使って料理を始めるのが待ちきれません。レッスン6、駅への行き方。最寄りの駅を探していますが、どこにあるかわかりますか？ああ、運が良かったね。角を曲がったところだ。ここからそう遠くない。それは嬉しいですね。助けてくれて感謝するよ。もうすぐ電車に乗ろうとしてるんだ。問題ない。この通りをまっすぐ進むと、左側に入り口が見えてきます。パーフェクト、標識には必ず目を光らせておくよ。はい、通常はかなり明確なので、問題ないはずです。聞いてよかった。歩き回るのは面倒だっただろいつでも、あなたの旅をより簡単にするお手伝いをさせていただきます。う。ありがとう。これからの旅行のために忘れないようにしておきます。レッスン7、歴史的洞察。1950年、鉄道はストラットフォードにある工場の一部を閉鎖する予定でした。それは重要な歴史的瞬間です。蝶は解決策を探していたに違いありません。はい、地域経済への影響は大きかったでしょ絶対に。失業は地域社会全体に波及効果をもたらす可能性があります。う。都市が時間の経過とともにこのような変化にどのように適応するかを見るのは魅力的です。はい、歴史を理解することは、コミュニティがどのように進化するかを理解するのに役立ちます。その期間に下された決定について詳しく見ていきましょ素晴らしいアイデアです。これにより、直面している課題についてより深い洞察が得られます。う。ストラトフォードの歴史についてもっと学ぶのを楽しみにしています。レッスン8、オンラインショッピング。普段は家の近くのスーパーに行きますが、ネットで値段も調べています。それは賢い戦略です。価格を比較することはお金を節約するのに役立ちます。絶対に。オンラインでのお買い得品は、店頭での価格よりもはるかに良い場合があります。はい。すべてがデジタルでレイアウトされているのを確認できると便利です。オンラインで買い物リストを簡単に作成するのも気に入っています。まさに。これにより、食料品の買い物がずっと整理されます。次の買い物に行く前に、両方のオプションを確認しておきましょ素晴らしい計画です。可能な限りお得な情報を得るのに役立ちます。う。一緒にもっとスマートに買い物できることにワクワクしています。レッスン9、ファミリーディナー。兄は私たちが夕食に出かけると思っていたが、父はノーと言った。ああ、本当に？その時、もう一人の弟は何を尋ねたの？彼は父が代わりに夕食の特別な計画を立てたかどうか尋ねました。それは面白い。家族での夕食の内容を見るのはいつも楽しいです。はい、家庭料理は外食と同じくらい楽しいものです。同感です。家で家族で食事をするのは心強いものです。
夕食がみんなに楽しんでもらえる美味しいものになりますように。絶対に。家族での食事は、絆を深め、最新情報を取り戻すのに最適な方法です。彼らが最終的に何を料理するのか聞くのが待ちきれません。レッスン10、火星探査。太陽から4番目の惑星は火星で、赤い色で知られています。はい、火星が長い間人間の想像力をかきたててきたのは興味深いことです。絶対に、火星を探検して植民地化するというアイデアはスリル満点です。同感です。宇宙探査の進歩は本当に目を見張るものがあります。他の惑星での生命の可能性について考えるのは興味深いことです。はい、私たちが行う発見は、宇宙に対する私たちの理解を変える可能性があります。火星ミッションに関する最新ニュースをフォローしましょう。素晴らしいアイデアです。将来何が明らかになるのかワクワクしています。一緒に宇宙の素晴らしさを探求しましょう。レッスン11、ワークライフバランス。この新しい取り組みは、ワークライフバランスをより柔軟に進めることを目的としていると思います。それは素晴らしいですね。柔軟性は仕事の生産性と幸福度を本当に高めることができます。絶対に。これにより、チームメンバーは時間をより効果的に管理できます。はい、支えられていると感じると、モチベーションが高まり、エンゲージメントが高まることがよくあります。この変化はチームのダイナミクスに大きな影響を与える可能性があると思います。間違いない。誰もが自分の個人的なニーズが認められていると感じることが重要です。一緒に、この新しいアプローチを推進し、それがどのように展開するかを見ていきましょう。これがもたらす可能性のある前向きな変化にワクワクしています。これらの機会を最大限に活用する方法について議論を続けましょう。レッスン12、音楽レッスン。はい、私は数年間レッスンを受けました。大変な作業でしたが、それだけの価値はありました。それは印象的です。楽器を学ぶのはかなり難しいですが、やりがいがあります。絶対に。必要な献身は、あなたが音楽をより深く理解するのに本当に役立ちます。あなたのコミットメントには感心します。どんな楽器を習ったの？私はギターを弾きましたが、様々なスタイルの音楽に対応できる汎用性が気に入りました。私はギターを弾きましたが、様々なスタイルの音楽に対応できる汎用性が気に入りました。喜んであなたのためにプレイします。他の人と音楽を共有するのはいつでもいいことだ。はい、音楽には人々を結びつける特別な方法があります。早速ジャムセッションを計画しよう。和音をいくつか教えるよ。レッスン13、将来の計画。ねえ、最近自分の将来について考えてるんだ。何か計画は立てた？はい、いくつかのオプションを検討してきましたが、まだ確定しているものはありません。それは理解できます。探索している間は、選択肢を開いたままにしておくのは良いことです。まさに、柔軟性を保ち、新しい機会を受け入れることが重要だと思います。同感です。将来のビジョンを持つことは、意思決定の指針となります。はい。目標を明確にするために自分の考えを話し合うことは役に立ちます。お互いをサポートできるよう、お互いの計画について最新情報をお伝えしましょう。私はそれが好きだ。アイデアを共有できる人がいるといつも助かります。
一緒に、私たちは道を切り開き、夢を実現することができます。レッスン14、起源と背景。それで、マーク、あなたはもともとどこの出身ですか？私はもともと町から遠く離れた田舎の小さな町の出身です。それは魅力的に聞こえます。そこで育ったことには、それなりにユニークな経験があったんだろうね。はい、私たちの周りにはたくさんの自然があり、平和で美しかったです。それがあなたの人生観をどのように形作るかがわかります。間違いない。シンプルなものに感謝することを教えてくれました。私たちの経歴についてもっと話しましょう。お互いから学ぶのは魅力的です。同感です。私たちの様々な経験は貴重な洞察を与えてくれます。あなたの話についてもっと聞くのを楽しみにしています。レッスン15、食料品の必需品。それは聞いてよかった。リンゴはある？はい、そうです。赤と緑のリンゴを用意しています。パーフェクト。私はどちらの種類も大好きです。スナックやベーキングに最適です。絶対に。リンゴはとても用途が広く、健康的でもあります。次のレシピのために必ず手に入れましょはい、他の果物が必要かどうかも確認する必要があります。う。素晴らしいアイデアです。様々な果物が私たちの食事を面白くしてくれます。市場のすべてのオプションを探求できることにワクワクしています。私も、カートに新鮮な農産物をいっぱいにしよう。レッスン16、接続の作成。被写体とのつながりを築き、リラックスした雰囲気を作ることが重要です。完全に同意します。快適な環境はオープンなコミュニケーションを促します。はい、人々は安心していると、自分の考えを共有する可能性が高くなります。まさに、信頼と理解を築くことがすべてです。ディスカッションの中で、そのつながりを築くのに役立つテクニックを練習しましょう。それは素晴らしいアイデアのようですね。コミュニケーションスキルを向上させたいです。力を合わせれば、関係者全員にとってポジティブな環境を作り出すことができます。はい、他の人と関わる能力を高めることを楽しみにしています。それは私たち二人にとってやりがいのある経験になるでしょう。レッスン17、感謝祭の食事。これで感謝祭の食事が始まります。美味しいものをたくさん食べます。はい、感謝祭は美味しい料理と一体感に満ちた特別な時間です。食べ物がいかに人々を結びつけ、心に残る思い出を作ることができるかは驚くべきことです。絶対に。それぞれの料理には物語や伝統があることが多いです。人々が家族のために用意する様々な料理について聞くのが大好きです。はい、文化がそれらの料理の伝統にどのように影響するかを見るのは興味深いことです。感謝祭は本当に感謝と喜びを祝うものです。その瞬間と、それを共有する人々を大切にしましょう。間違いない。食事を思い出深いものにするのは、愛と笑いです。レッスン18、ゲームチェンジャー。はい、これはゲームチェンジャーです。鍋に何もくっつかないようにします。信じられない。
表面がしっかりくっつかないと、調理がとても簡単になります。まさに、掃除の時間を節約でき、より楽しい料理体験ができます。シンプルな食事でもグルメな気分にさせてくれるのが大好きです。はい。キッチンが散らかることを恐れずに創造性を育みます。一つの小さな機能が私たちの料理の仕方を変えることができるのは驚くべきことです。絶対に、料理は面倒なことじゃなくて、楽しいものであるべきです。その素晴らしい鍋を使って新しいレシピを試すのが待ちきれません。近いうちにクッキングナイトを計画しよう。美味しい料理を試してみよう。レッスン19、移動時間。私たちの場所からは、乗り継ぎがあると約16時間かかります。うわぁ、それはかなりの旅だ。しかし、目的地にはそれだけの価値があるでしょう。はい、すべての冒険には課題がありますが、私たちが得た経験は貴重です。絶対に。旅行は新しい文化や視点に目を開かせてくれます。さらに、新しい場所を探索したり、新しい人と出会ったりするのはエキサイティングです。同感です。旅行中に作る思い出は忘れられません。この旅では、ワクワクするようなアクティビティを計画しておきましょう。はい、みんなで分かち合うすべての体験をもう楽しみにしています。笑いと発見に満ちた冒険になるでしょう。レッスン20、自家製ピザナイト。次回の自家製ピザナイト、絶対参加します。私も。一緒に料理しながら絆を深めるのに最適な方法です。絶対に。ピザを作ることで、トッピングやフレーバーを工夫することができます。はい、そして誰もが独自の好みを持っているのを見るのは楽しいです。様々なチーズやソースを試して、完璧な組み合わせを見つけるのが大好きです。こっちも同じ。みんなで楽しめる美味しいアートプロジェクトのようですね。さらに、一番すごいのは最終製品を一緒に共有することです。まさに、自分たちで作った食事を楽しむのは特別なことです。次のピザナイトの日程を決めましょう。いつも私のハイライトです。レッスン21、植物の日当たりの良い場所。さて、キッチンに日当たりの良い場所を見つけて植物を置きます。自然光がたっぷり入ると、植物は本当に育ちます。それは賢い動きだ。植物が強く健康に育つには日光が必要で、日当たりの良い場所があれば大きな違いが生まれます。まさに。また、植物を居心地の良い雰囲気にするために、他にどのようなアイテムが必要かを検討しています。はい、装飾用の鉢や小さな植物スタンドを用意して、美しく飾ることを考えることもできます。それは素晴らしいアイデアです。植物を持ち上げると、植物が見えやすくなるだけでなく、キッチンに素敵な装飾が施されます。絶対に。さらに、植物は空気を浄化して心を落ち着かせる環境を作り、キッチンをより居心地の良いものにしてくれます。完全に同意します。植物の世話をして、家の一部として植物が繁栄するのを見るのはやりがいがあります。はい、ハーブも考慮すべきだと思います。ハーブは装飾的でもあり、料理にも役立ちます。私はそのアイデアが大好きです。キッチンにある新鮮なハーブは、料理に風味を加えるのにとても便利です。レッスン22、
インターネットトラブル。すみません、部屋のインターネット接続に問題があります。接続を維持しようとするとかなりイライラしています。それは迷惑ですね。ホテルのスタッフに助けを求めたことはありますか？彼らはすぐに助けてくれるかもしれません。はい、フロントに伝えたところ、部屋で問題を確認するために誰かを派遣すると言われました。それは聞いてよかった。うまくいけば問題がすぐに解決されるので、手間をかけずにオンラインタスクに戻ることができます。感謝するよ。私にとって、つながりを保つことはとても重要です。特に、管理しなければならない仕事についてはなおさらです。Judu nai jen no shi dai, shi shai demarazia demo, and ding shitten tenet sodoji sok heikian kasmasen. はい。迅速に修正できることを願っています。重要なメールを送信し、ビデオ通話に参加する必要がありま Bai す。 rahasabuna dui chu shita kuriru tok sin shitaimasu, shi jun gakakura juru cheng, アドバイスありがとうございます。そのことを心に留めておきます。サービスに関しては、常にあなたのニーズを提唱するのは良いことでレッす。スン23、提案書の作成。素晴らしい強い印象を与えるために必要な詳細がすべて含まれていることを確認して、提案書を作成します。レビューを楽しみにしています。目標を効果的に概説する明確で簡潔な計画が不可欠だと思います。絶対に、きちんと構成された提案書は、私たちのアイデアをよく示し、プロジェクトに対する私たちのコミットメントを示すものです。はい。関連するデータや事例を含めることで、当社の主張が強化され、競合他社との差別化に役立つと思います。それは素晴らしい点です。私たちの提案を裏付けるために、必要な情報をすべて集めて、説得力のあるものにします。パーフェクト、プロジェクトへの熱意を伝えながら、プロフェッショナルなイメージを提示することがすべてです。はい。また、審査プロセス中に発生する可能性のある懸念事項や質問にどのように対処できるかについても検討する必要があります。絶対に。質問を予測することは、私たちが宿題を終え、どんな議論にも備えていることを示しています。この提案を始めることができてワクワクしています。私たちの前には素晴らしいチャンスがあると思います。レッスン24、コーヒープラン。それは素晴らしい。私たちは実質的に隣人であることが判明しました。これは嬉しい驚きです。確かに。私たちがとても近くに住んでいることを知って嬉しいです。そうすれば、つながりやすくなり、より頻繁に付き合うことができます。はい、いつか必ずコーヒーを飲むべきです。地元のカフェシーンに追いついて探索するのに最適な方法です。私はそれが好きだ。近くには試せる素晴らしいコーヒーショップがいくつかあって、それぞれ独特の雰囲気があります。まさに、地元のスポットを探索するのはとても楽しい冒険です。特に一緒に新しい味を発見するときはなおさらです。また、友達と充実した時間を楽しみながら地元企業をサポートできる素晴らしい方法です。絶対に、コミュニティが提供するものを楽しみながら、コミュニティ内でそのようなつながりを育むことが重要だと思います。はい、そのコーヒーデートのために近々会う予定にしよう。楽しみにしてるよ。私も、楽しい会話をするのが待ちきれません。飲み物と一緒にペストリーを試してみるのもいいかもしれません。レッスン25、旅行計画。素晴らしい旅行のビザ要件を確認し、出発前にすべてが整理されていることを確認しましょう。はい、
それは不可欠です。土壇場での問題を避けるためには、どのような書類が必要かを理解することが重要です。絶対に。また、手頃な価格のフライトを見つけたいと思っています。私たちの経験を最大限に活用するには、旅行の予算を立てることがそれは重要です。賢いアプローチです。事前に予約しておくと、よりお得で選択肢が増えることもあると聞きました。はい、まずは様々な航空会社を調べて価格を比較し、利用可能な最良のオプションを見つけます。パーフェクト。私たちが協力して取り組めば、プロセスを合理化し、すべてが順調に進んでいることを確認できます。同感です。さらに、必要なすべての詳細を事前に処理しているので安心できます。まさに、私たちの旅が待ちきれません。新しい経験に満ちた素晴らしい冒険になるでしょう。はい、私もワクワクしています。時間を十分に楽しむことができるように、すべてを計画するときは、整理整頓を心がけましょう。レッスン26、輸送方法。ある場所から別の場所に移動するには、様々な交通手段がありますが、どれが一番便利だと思いますか？それは素晴らしい質問です。距離や検討している目的地によって変わることが多いと思います。まさに、距離が短い場合は、ウォーキングやサイクリングが一番楽しくて環境に優しい選択肢だと思います。はい。実際に周辺を体験したり、途中で隠れた名所を発見したりできます。しかし、距離が長い場合は、公共交通機関やライドシェアリングサービスの方が実用的で費用対効果が高いと思います。絶対に。公共交通機関の利用は交通渋滞の緩和にも役立ち、多くの場合、より持続可能な選択肢です。適切な計画を立てれば、二酸化炭素排出量を最小限に抑えながら、旅行体験を最大化できると思います。はい。地元の人々と交流したり、地域の文化を感じたりするのに最適な方法です。では、旅行を計画する際に特に好む方法はありますか？レッスン27、歴史批判。ご存知のように、リビングストンがアフリカの西海岸、特にアンゴラのルアンダに到着したとき、彼は遠征中の行動と決定について批判されていました。それは面白い。彼の探求には、特に地元住民との交流に関して、しばしば様々な反応があったと読んだことがあります。まさに、彼は貿易と探検を促進することを目指していましたが、多くの人が彼が既成のコミュニティや生活様式を混乱させていると感じていました。それがいかに緊張感を生むかがわかります。探求と現地の文化を尊重することの微妙なバランスです。はい。そして、崇拝者と批評家の両方がいたリビングストンのような歴史上の人物の複雑さを認めることは重要です。間違いない。探検と地図作成への彼の貢献は大きかったが、それらの行動の結果も見逃せない。自分の視点や時代の文脈によって、歴史がどのように異なって認識されるかを研究するのは魅力的です。絶対に。探検家の遺産は、発見と破壊が混ざり合ったものであることが多く、探検における倫理についての説得力のある会話が生まれます。現代の探求と交流が敬意と理解を持って行われるようにするには、これらの歴史的事例から学ぶことが重要だと思います。レッスン28、建物の構造。アメリカ南西部、特に特定のタイプの構造物では、
木の柱で固定するのが一般的な方法だと思っていました。それは本当です。木製の柱を使うと、伝統的な住宅や避難所など、様々な建築物を安定させ、支えることができます。はい。そして、この技術が何世代にもわたってどのように使用され、多くの場合、地域の環境条件に合わせて調整されてきたかを見るのは興味深いことです。絶対に。素材の選択には、利用可能な資源だけでなく、そこに住む人々の文化的慣習も反映されます。これらの方法が、土地とそこに住むコミュニティとの間に強いつながりをどのように生み出すことができるかは興味深いことです。はい。また、持続可能性の重要性も浮き彫りにされています。地元の材料を使用することで、建設による環境への影響を減らすことができます。同感です。伝統的な建築技術を強調することは、文化遺産を保存し、地元の職人技への誇りを高めることにもつながります。間違いない。現代のニーズや課題に適応しながら、過去を尊重する素晴らしい方法です。これらの建築慣行と、それらが米国南西部のコミュニティのアイデンティティをどのように形作っているかについて、もっと詳しく調べたいと思います。レッスン29、ホリデーエキサイトメント。彼らはとても興奮して開花に走ります。私たちのツリーの下にたくさんのプレゼントがあることに気づいたとき、彼らの顔が明るくなるのを見るのは素晴らしいことです。ホリデーシーズンには、ギフトを開封する喜びと中身への期待が本当に魔法のように感じられます。絶対に、みんなが集まって祝い、喜びを分かち合うのを見るのは、今年のハイライトの一つです。与えることと受け取ることの精神が家族や友人をより親密にし、心に残る思い出を作る方法が大好きです。はい、ホリデーシーズンを特別なものにしているのは、笑いと愛に満ちた小さな瞬間です。そして、それぞれのプレゼントの中身を発見するワクワク感は伝染し、誰もが再び子供になったような気分にさせてくれます。まさに、これらの伝統を大切にすることは大切だと思います。なぜなら、本当に大切なこと、つまりつながりと愛を思い起こさせてくれるからです。これ以上同意できませんでした。その瞬間をカメラに収めて、今後何年にもわたって愛情を込めて振り返れるようにしましょう。それは素晴らしいアイディアだ。これらのお祝いを記録しておけば、祝日の喜びとノスタルジアを追体験することができます。レッスン30、環境に優しい選択肢。間違いない。さらに、可能な限り持続可能な方法を選択することは、植物と環境にとって良いことです。完全に同意します。環境に優しい選択をすることは、私たちの健康と地球の幸福の両方にプラスの影響を与える可能性があります。まさに。例えば、有機肥料や自然の害虫駆除方法を使用すると、庭の健康を維持するのに役立ちます。はい、これらの観光は植物に利益をもたらすだけでなく、益虫を保護し、生態系の生物多様性を促進することにもなります。健康的な環境を育むことは、長期的には収穫量の増加と活気のある庭園につながると私は信じています。絶対に。私たちのガーデニング活動と、その地域に生息する地元の野生生物の両方を支えるバランスを取ることが全てです。自分の庭でより持続可能な観光を実施できることにワクワクしています。環境に積極的に貢献できることにやりがいを感じています。それは素晴らしい考え方です。私たち2人がどのように庭を持続可能な方法で強化できるかについてのヒントやアイデアを共有しましょう。私はそれが好きだ。一緒になって楽しいだけでなく環境にも有益な美しい空間を作ることができます。